建築家だから、うん、空間をねどうやってこう作っていくか構成していくかってことはもちろん主題にはなってくるんだけど、その空間って何もないところのことじゃないですか。器で言ったらこのうつろな部分でしょ。なんだけどそれを器を成立させてるお茶碗のさセラミックとかガラスとかそういうものもあるじゃない。僕たちはねそっちも大事にしようと思っていて、だから空間をどうやって構成するかっていうこととその存在をどうやって構築していくか、その2つをね、しっかりと捉えていきたいなと思っていて、その時のね道具になってくるのがジオメトリーって幾何学ですよね。そのジオメトリーで存在と空間をこう、切り結ぶようなものを探して設計をしてる。たった一つの建築を毎回一つ一つこう作ってるんですけど、その一つができることで何かこう考え方とかなんか物の作られ方とか、もしくは人の振る舞いとかが変わっていったらいいなみたいな波及効果っていうのか分かんないんですけど、たった一つのものを周りと関係づけて広く捉えて作っていくことで広がっていったり応用されていったり、そういうことが起こるといいなと思って取り組んでます。特別なものを作っているようで普遍的なものも求めている。多分それがそのさっきの幾何学とかものにもフォーカスする。ものっていうのは社会の一部でもあるし自然の一部でもあるから、そういうものにも触れて使いながら建築を作っていくっていうのは結構私たちの特徴かなっていうふうに思います。その普遍性って理念としての普遍性っていうのが一般的なんですね。建築では方法論とかね空間論とか、それもすごく大切なんだけど、理念とかロジックだけで人ってつながるわけじゃない。その肌触りとかそのものが持っている空気感とかね、安心できる感じとか、それもね僕は人の心をつないでいく普遍性を持ってるなと思っていて、さっきの存在と空間って言ったけど、空間の普遍性だけじゃなくて存在の普遍性っていうのも大事に作りたいなと思ってるから、模型って結構大事だよね。すごい大事ね。あと言葉超えていくっていうのもあると思うので、理念とやっぱ物の普遍性両方大事にしてるっていうのはあると思います。一般的には方法論って落とし込んでいくっていう意識があると思うんですよね。ヨーロッパで生まれたモダニズムの方法論とかコンテクスタリズムとかいろんな方法論僕たち持ってるんだけど、僕らがやってる方法論ってその場所から見つけるんですよ。その場所の中には方法とか秩序とか、あるいは総合的な意味でのねその環境の中にはあるジオメトリがすでにあるんですよね。それをね探し出していくっていうのがとっても大切なことで、だからどこかから輸入してきたジオメトリーをそこにボンって落とし込んでいくっていうよりは、ここの土地この環境この時代この文化の状況だから見えてないけどある幾何学みたいなものをその場所に立って探していくんですよね。そうするととっても抽象的なものでもその場所と喧嘩しない、むしろその場所のなんていうかあり方をね確認してくれるっていうか明らかにしてくれるようなシンボライズしてくれる抽象性になる。だからみんなその時の抽象性は抽象度が高くても反対しないし、むしろ僕たちってこんな感じだったんだって分かる。喜ぶって旗印ができるみたいな感じよくね僕たちが作った建築って作られた後ねロゴマークになるんですよみんなそのジオメトリー幾何学をね自分たちの象徴だシンボルだって認めてくれて、本当に旗印になるっていうそれはやっぱその土地から見つけたこと、そこにいる人とかねその時代から見つけたものだから、そうやってみんなが認めてくれるんだと思いますね。探すという姿勢がそうだね、一貫している。初期の頃は毎回違うの作るよねって言われてたんだけどこの間倉庫の写真見せてもらったらこう20年やってきたらやっぱなんかこうらしさが現れてくるっていうか、それはなんか毎回同じねことをやろうって思ってる、あんまり変わってない我々が毎回違う場所でこう営んでるなんかその過程が見えてすごい
嬉しかったですね。そうだね面白かった面白い自分をなんか見てるって感じで面ず白からっ。ったと A さんにプリントしてもらった模型写真たくさん収蔵していただいてるから一覧で見たら本当フレーバーがあったよね我々の。あったあった。ある場所に建築を作る時文化的に追いかけてる状態の時には外への憧れがあるんですよ。なんだけど僕らもうちょっと文化的には成熟してる時代にあるなと思っていて、外に憧れの対象があるというよりは自分たちの立ってる場所を見つけて、自分たちが立ってる場所から憧れを見つけていく、あるいはそこにあるべきものを探していくっていう時代になってると思うんですよね。僕たちが今やんなきゃいけないのはこの土地、この場所、この文化だからあり得るような秩序とか様式、図式みたいなものを探し出していくと。憧れとかあとは共感みたいなのがあるとして、共感するためには多分自分がどこにいてどういう人で、もしくはどういうことを思考していてっていうのが分かって、初めて相手がどこにいてどういうことを思考していてって理解できると思う。でその違いがあるからこう響くっていうか、異なるなんかものを持ってるから響き合うことができると思うんですよね。でそういう状況が健全だなと思っていて、ね、やっぱり自分たちがいて相手もいて、でいいものは取り入れるとか、いいものはこう響き合って自分が変わるとか、そういう状況に慣れてきたのかなっていうふうには思いますね。その通りだよ本当にあるところである環境を解釈して抽象化して図式を見つけるわけですよね。そこには人間の行為があって解釈する喜びってやっぱりあるわけですね。それが人間性の一番大切なところだと思うんですね。で、例えばバウハウス様式を西欧で建てたと。ですごいな、その形を輸入するんじゃなくて我々は我々でここでこの環境を抽象化してある図式とか形、デザインを見つけ出した。その時に共感って生まれるんですよね。そうそう。抽象化する者同士の間での共感、同士が持ってる響き合いみたいなものかもしれないけど、その人間性がその時にね、確かめられるっていうのかな。ルネサンスで起こったこととかモダニズムで起こったこと、初期のね、でそういうことだと思う。でそれを続けたいなっていうのはそうだね。それを続けたいなと思う。一般的には抽象的な理念とか形式みたいなものを現実に向かって落としていく、抽象度が下がっていくまあこういう下がっていくことをやっていくのが建築だっていう話もあるんだけど、これは実はこの具体の世界から抽象の方に上がってって見つけて、抽象性をね、形とかデザインでもう一回下がるんですよね。上りの作業と下りの作業があって、この上りの作業をやるときに模型がやっぱりね、ものすごく役に立つんですよ。なるべくね、こう重さとか肌触りがある材料でスタディをするようにしてる。それはやっぱりその具体の世界、素材も具体の世界ですよね。その素材の具体性がオンになっている状態から設計を始めたい。つまり具象の世界から秩序を見つけたいからね。もともと抽象の世界から始めたらやっぱり下りの作業だけになっちゃうんですよね。抽象度の低い材料で抽象性へ向かっていく、そのベクトルをすごく大切にしてるから、具象性が高い材料で建築を作りたい。でこんなになってる。段ボールも使えますね。粘土も使ったりするしね。コンクリートコンクリートも実際打ってますからね。モルタルを打ってコンクリート表現したりね。逆にアクリルとかはあまり使われてないアクリル、まあガラスの表現で使うぐらいかな。ガラスの表現では使いますね。硬質さがガラスを表現してくれていて、塩ビだとガラスに見えないみたいなね、ちょっと柔らかすぎて、これがいいかなやっぱしこのポロポロの模型がすごい魅力的。 XX ってデビュー作なんですけど、建築模型の僕たちにとっての役割っていうのは 3D のスケッチですね。平面のスケッチではなくて、2次元のスケッチではなくて3次元のスケッチとして、非常にこういうジオメトリーをスパッと3次元のジオメトリーをスパッと表したような模型をたくさん初期には作ることがありますね。2D では把握しづらいようなものが 3D 模型では把握できるので、スピードっていうかね、パパッと作れるようなプレゼンテーションの模型とはまた違う発想をこ
自分で 3D のジオメトリー一回出してここからまたフィードバックをもらってっていうような考えるための道具としてとってもよく模型は使うと、そういう3次元のスケッチの媒体として模型があるのと、もう一つこのプロジェクトがすごく僕たちにとって特別、デビュー作だから当然特別なんですけど、セルフビルドだったんですよ。これね150万円しかないから工務店に頼めなくて僕らとあとお友達で作ったんですけど、あの建物をセルフビルドで作ったで今お預けしている模型はあれ5分の1だっけ7分の1だっけ6分の1だっけそのくらいだよね。ほぼ具体にできた1分の1とその模型がつながってる、同じなんですよね全く。だからねでっかい模型を作るように実際のこの1分の1の XXXX ハウスを作った。設計って抽象的なものを触って操作してでそれがいずれマテリアライズして建築になるっていう動きがあるんだけど、あのプロジェクトがあったから僕らは抽象的に形を触って操作しているって意識と同時に1分の1の模型を触ってる、1分の1の現物を触っているかのように模型を触っているって意識を作れたんですよね。それがねどんなプロジェクトになってもその時の1分の1を触っているかのような感覚でスケールダウンした建築を触っているって意識を持つことができて、それは多分僕らの武器になってますね。だいたい模型で作るの難しいところって実際難しいところやっぱり作り方リアルと模型がつながってるっていうのはありますよね。100分の1の模型作っていってもその100倍になった建築をでっかい手で撫でさすってるような気持ちで設計ができてる。その時はゾーンなんですからねゾーンに入ってる時なんだけど、そういう感覚が生まれたのはこのプロジェクトがやっぱり最初に原点としてあったからだなと。そのスケールを超えていく時、建築家の手が大きくなっていく瞬間みたいなのがあって、それをねイニシエーションさせてくれるのが模型かもしれない。頭に描いた理念、ここにある100分の1の模型、それが数ヶ月後数年後本当の建築になる。でしかもそれ自分で作ってる、模型も自分で作ってる、全部がつながっていくんですよね。その感覚はね未だに大事だな未だに大事だ。空間のその構成をスタディするためにももちろん使ってるけど、さっきの存在の構築のありようみたいなものをチェックするためにも使えてますよね。そうね。両方使えるのがいいね。樹木とかも現場の写真とか測ったりとかしてやっぱ模型に入れる木も適当じゃなくて全部この木がこれこの木がこれって入れていくんですよね。で最初は敷地模型だけ、みんな多分そうだと思うんですけど敷地模型だけ作るのでポカンと開いててでみんなでその敷地模型を見ながらこう考える。この木はこの木って写真とかと対応しててこっちにこういうのがあるとかあと電球動かして太陽の動きを見てみたりとか敷地模型も結構重要かもしれないですよね。場所を拾い上げるっていう時に模型で拾い上げて、情報だけじゃなくて形とか周りにあるものとかそういうものの影響もやっぱ模型にはどんどん入れ込んでみんなで共有するっていうでもう一個拾ってくるんですよね、こういうものとかこれは流木、それもまたその具体の世界のかけらをもらってくるんですよね。それは土地の形ではないんだけどでも大切な情報でそのもの自体が持っているその場所性とかその空気感みたいなものをそうだね、なんとか持ち帰るというのかな、ある場所性を表現するものとして形の縮小っていうものと1分の1の現物っていうのをやっぱり両方持ってきて、それで建築を作る環境を理解するってことをやってますね。割と拾ってきたもの大事なんですよ。湿り気感とかね、さっきの天気の話じゃないけどそういうのも持ち帰ってこれたらいいですけどね。そうだね、
うん、やっぱロジックで伝えられるものとそのそうだね。ロジックではないところで伝わる情報っていうのがあって、これはそれを補完してくれるんですけどね。葉っぱとかもね持って帰ってきたりとかするけど、やっぱその時のちょっと違うけどね。でも記憶のリンクにはなりますよね。情報と伝える大切なもの、そのものではないけど伝えるものとしては模型と似てるかもしれないですね。だからこういうガラクタがすごいいっぱい。スタディの模型をそのまま持っていくこともありますね。考えているプロセスみたいなものを共有したいという接種のタイプもいる。完結物みたいなものじゃない方がプロジェクトが盛り上がっていくってこともあるので、わざとスタディの途中のほつれたような、ちょっとノリが剥がれたようなものを持っていって隣り合うような関係とか囲み合うような関係を作るってこともある。で片や一方で建築が持っているあるいは発現するであろう世界観みたいなものをちゃんと表した幾何学と、それから物質性ですよね、それからが放つ場所性っていうか空気感がちゃんと表現された結構作り込まれた模型で表現することもある。それはやっぱり状況というか相手の性質によって変えていますね。まあ、スケッチ確かめる伝えるって多分3段階あるんですけど、確かめる模型はほぼほぼ伝える模型で使えると。プレゼン模型でまあでも本当物も入れて人も入れてよしっていう、自分もプレゼン自分で自分にプレゼンされてるみたいなそういう気持ちにもなれるので、まあ、両方大切。ただ伝えるためっていうことでもなくて、やっぱ自分自身にもやっぱフィードバックが毎回ある、とは思いますね。作り込んだ模型の良さで、もちろんクライアントに対してあるいは公共建築だったらその地域の方々に対してこんな世界観のものを作るんだっていうことにすごく役に立ってくれるわけですけど、実は事務所の中でもその建築が目指そうとしている世界観みたいなものを共有するのにもすごく役に立ちますよね。やっぱりこれなんだよとか、ね、見てみてっていうさ。あと建築だけじゃなくて人入れるじゃないですか。人入れる時にどんな振る舞いとかどこで人がのんびりするかとか、そういう場所性が見えてくるんですよね。それはまあ事務所内でも共有するのに役立つし、みんなが場所を見つけるっていう作業にも同時になるし、やっぱ見た人にとってはあそこに感情移入してあんな場所があるんだ行きたいなっていう風な発見にもつながるし、やっぱちゃんと作って人まで入れてっていう作業も含めて設計の一部でもあるし、伝える作業でもあるなって思う。やっぱそのちっちゃなね、1.5 センチぐらいの模型がそこでくつろいでいるかとか伸びやかでいるかとかそういうことの確認が模型になると圧倒的にできるし、無視できなくなるんですよね。そうだね、語り出すっていうかね、だから自分のデザインをしている視点がプロジェクトの中に入っていくっていうツールに模型がなってくれる。それはやっぱり図面の方が難しいと思う。そのスケールの中にね自分の感覚が入っていくのって模型の方がそれ圧倒的にね入り込める。模型のもう一つの効用っていうのは、その縮小された世界の中に世界を1分の1として捉えることができる、気づくことができるっていうのがもう一つの効用かもしれないですね。いやすごい大事だねそれね。